おお、そうか。そうこなくっちゃな。じゃあ、一体なぜ行くと決めた？俺が尋ねるまで、君は招待されていたことも忘れていたじゃないか。何も心配することはない。君は俺の婚約者だ。ずっとそばにいてやるよ。なあ、ゆり子さん。そう、怯えるなよ。謝りたいんだ。あの時は、酔っていた。とんでもないことをした。君が真相の令状だってことを忘れてたよ。あんまり強気で物を言うもんだから、つい。ふん。しかし、あなたは今こうして俺と喋っている。それに一緒に食事会にも行くと言ってくれたじゃないか。ほう。よほどあの夫人が気に入ったのか。顔を見るのも嫌な男と一緒に行くことを我慢するほど。そんなことはないさ。さっき謝ったじゃないか。そうだな。悪いとは思っているが、後悔はしていない。これでも自制しているんだがね。俺はあなたの唇だけでなく、全身に口づけたいくらいだ。どうしたんだい？大きな声を出して。やあ、これは殿様。お目覚めですかな？ああ、君。今日も来ていたんだね。ご苦労様。本当は毎日でも参上したいんですがね。
そうなの。まあ好きにしたら。ところで今日は何の用事なのかな。おひいさんの顔を見に来たのがまず第一ですが、それと天海家の食事会のお誘いです。天海家。ああ、虎の肉とかいうやつね。そういえば招待状が来ていたみたいだけど、それをどうして君がわざわざ？いえ、行かれるならばご一緒しようと思いましてね。僕は気が進まないんだけどね。妹君は先ほど行くと言っていましたよ。おや、本当かい？ゆり子。そうか。お前が行きたいのなら仕方ない。僕も付き合うよ。別に無理されなくてもいいのでは？いいや、天海夫人の主催する宴会になど可愛い妹を一人で行かせられないよ。ましてや君と二人でだなんてね。おや、これはひどい言われようだ。俺だけでなく殿様は京子夫人も警戒しているのか。まあね、いろいろな噂を聞くものだから。さすがにそれに関しては擁護のしようがないな。なんでもないよ。お前の耳に入れられるほど綺麗な話ではないからね。まあ、聞きたいなら自分で夫人に聞いてみるんだな。噂など所詮尾ひれ背びれがつくものだ。彼女の話はもういいよ。ところで芝君、君はこんなところで長々と油を売っていてもいいのかな。もっとそうですね。そろそろ仕事に戻らなきゃいけません。そうはいかない。今やあなたの顔を見るのが俺の生きがいだからな。あなた限定だ。ああ、そうそう。夫人にも俺とあなたの仲は伝えてあるから、そのつもりで。そう、青ざめなさんな。ただ婚約者と言ってあるだけさ。ずいぶん勝手だね。君が一方的に結婚を申し出ただけじゃないか。ええ。ですが、もう決まったようなものでしょ。これも愚かな男の恋心だと思ってくださいよ。俺は一刻も早く結婚式を挙げたいのを我慢しているんだからね。
警戒して毛を逆立てているくせに隙だらけだな。君、いきなり何をするんだ。それじゃあまた後ほど。なんて男だ。無礼にも程がある。ゆり子、大丈夫か？かわいそうに。お前、夫人の食事会に行くのはよしなさい。あの男、またお前に何をするかわからない。どうして？ゆり子。お前、まさか。まさか、あの男が好きになってしまったんじゃないだろうね。もしかして、西洋圏に二人きりで行った時、何かあったのか？本当かい？僕だってまさかとは思うが。そうだな。お前があんな男に惚れるわけがない。僕が大切に育ててきたお前が。
金があるというのはこういうことだ。こんな宴は夫人にとっては日常茶飯事だよ。天海の家は金が有り余って仕方ないんだ。あなたのお母様は夫人などと付き合っていたのがいけなかった。こんな人がそばにいりゃ金銭感覚も狂っちまうさ。随分な言い草だね。君も同じ穴の無地なじゃないか。俺俺は違う。俺は貧乏を知っている。それこそあんたたちの想像もつかないような地獄のような貧しさをな。まあまあ、よく来てくだすったわね。嬉しいわ。お招きに預かり光栄です。あら、若様。いえ、もう殿様だったわね。こちらこそいらしてくだすって光栄だわ。母がお世話になっています。本日は母の代理も兼ねてご挨拶に伺いました。そう。茂子さん、元気なら来ていただきたかったのに残念だわ。申し訳ございません。まあ、そんな風に言わないで。殿様とおひいさんがいらしてくれたんだもの。十分すぎるほどよ。あなたは今日もみずみずしく可愛らしいわね。本当になんて麗しいご兄弟なのかしら。私、舞い上がって羽目を外してしまいそうだわ。あなたは本当に美しいものに目がないな。あら、綺麗なものが好きなのは悪いことかしら。一向に構いませんよ。あなたが俺のものに手出しをしなければね。あなたのもの？柴さんったら、結婚を申し出ただけでもう自分のものだと思っているのよ。そうですよ。彼女は俺の婚約者です。未来の妻です。妻は夫に仕えるもの、つまり夫のものです。違いますか？またそんな冗談を。柴さんったら、新時代の傑物かと思ったら案外古風なのね。女は親に従い、夫に従い、子に従うものですって。そうですよ。夫人はか弱い、保護されるべきものです。保護というのは養う、所有するということでしょう。
まあ、女性をまるで犬のように扱うのね。いいえ、女は物語の所有物じゃなくてよ。勘違いなさらないで。勘違いというと？考えてもごらんなさい。あなたは誰のお腹から出てきたのかしら？物から生まれるのはおかしいわ。それじゃあ偉大なる殿方のお尻？いや、参った。訂正しよう。まず、婦人はか弱いものという部分をね。あら嫌だ。芝さんったら意地悪ね。さあさあ、そろそろお食事を始めましょう。ね、おとっちゃん。ゆり子、そろそろおいとましよう。誰かに捕まらないうちに。さあ。一体何を二人でこそこそ話しているんだい？おや、驚かせてしまったかな。それは悪かったね。芝君、僕らはもう帰ろうと思う。君はまだ残るんだろ？母の具合も気になるのでね。悪いがこの辺で失礼させてもらうよ。おお、そうですか。わかりました。では車を用意させましょう。あらあら、お二人はもうお帰りになるんですって？
ええ。慌ただしくて申し訳ありません。いいえ、いいのよ。茂子さんが大変なんだものね。もうお車の準備ができたようですわね。そうですか。それでは僕らは。そうだわ。私ったら大事なことを忘れていたわ。どうなさったんです？今日はゆりさんに宝石をお譲りしようと思って持ってきていたの。選んでもらわなくちゃいけないわ。そんなものをいただくなんてとんでもありません。夫人の宝石など妹の身の丈に合いませんよ。ええ。だから私が娘時代に使っていたささやかなものよ。私ゆりさんのような年頃の娘さんとおしゃべりするのは久しぶりなの。だから嬉しくってぜひ差し上げたいと思ったんだわ。ね、おひいさん、受け取ってくださるでしょう。私あなたに似合いそうなものばかりを見繕ってきたのよ。いいじゃない。大丈夫、少しの時間だけよ。殿様には先にお帰りいただいて、後から私が送って差し上げるわ。いえ、それなら僕も少し残りましょう。あら、無理なさらないで。一足先にお母様のもとへ帰って差し上げて。しかし、急いでいらしたでしょ。私もこんな時に思い出して引き止めてしまってなんだけれど。そうかい？お前を一人残していくのは忍びないんだが。兄弟仲がよろしいのね。大丈夫、心配ご無用よ。私が責任を持ってお家まで送って差し上げるから。はあ、わかりました。殿様、なんだか落ち込んでしまったわね。ええ、無理もないわ。だってあなた方のお家は不幸続きなんですもの。気分転換にでもとお呼びしたけれど、ますます気疲れさせてしまったわね。あなたは本
当に可愛いお嬢さんね。あら、ようやく来なすった。ああ、殿様は先にお帰りになったのか。ええ、そうよ。で、私に何か言うことは？お心遣い痛み入りますといったところかな。あら、それだけ？つまらないわね。3回ほどどう？まさか。冗談よ。ねえ、ゆりさん。宝石、あなたに合うものをこの方にたんと買ってもらいなさいね。それが私の娘時代の宝石よ。おや、どうしたのかな、ため息などついて。こうでもしないと、あの殿様はあなたにべったり濡れ落ち葉のように張り付いて離れなかっただろうからな。あら、私は構わないのよ。柴さんは昔からのお知り合いだし、あなただって私の可愛い人よ。お二人のためならどんな役割だってこなしてあげるわ。あなたがそんなに情に熱い人だとは思わなかったな。もっと冷たい女性だと思っていましたよ。ええ、あなただけのためならこんな細かいことはしなくてよ。言ったでしょ、私は可愛らしいお嬢さんが好きなの。怖いなあ。俺も気が抜けない。お似合いね、お二人さん。焼けちまうくらいだわ。絵になる二人っていいわね。
お二人さん、部屋を取ってあるから早く行くといいわ。あまり長いはできないんでしょ。ねえ、そうですね。お言葉に甘えさせてもらいます。そうよ。あら、それともおひいさんは人前で見せびらかすのがお好き？冗談よ。さあ、どうぞ。なんだ？安心しろ。あなたの嫌がるようなことはしない。今日は酔っていないしな。そんなに焦るな。ただあなたに渡したいものがあるだけだ。夫人に頼んで手に入れてもらった。それを受け取ってもらいたいだけさ。